田中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。私の一番好きな季節、秋がやってきました。私は今年の5月頃に編み物にハマって、夏の間はしばらくやっていなかったんですが、編み物をするのにちょうどいい季節になってきたので、最近また始めました。皆さんは最近どうお過ごしですか？さて、今日は年齢についてお話ししたいと思います。これまで動画の中で私が何歳かという話をあまりしたことはなかったので、田中さんって何歳なんだろうと思っていた方もいるかもしれません。どうでしょう？私は何歳だと思いますか？正解は、私は今29歳で、もうすぐ30歳になります。よく年齢はただの数字って言いますが、やっぱり日本に住んでいると年齢のことはよく話題になります。20代のうちにやっておきたいこととか、30代のうちにすべきことみたいな本も人気になったりして、社会全体で年齢を意識している人が多いなと感じます。特に20代から30代になるというのはかなり大きなことだと考える人が多い気がします。私はというと、自分の20代が終わることについて特別な思いはそこまでないんですが、10代の頃に想像していた30歳の自分ってもっと落ち着いていて、しっかりしていて、もうあまり人生に悩んでいないみたいなイメージだったんですよね。でも実際は今でも心の中は10代の頃とあまり変わっていなくて、そこまで落ち着いていないし、相変わらず悩むこともあるし、心の中の年齢と実際の年齢とのギャップをよく感じます。それでもまずは30年間こうして無事に生きてこられたことに感謝したいなと思います。この30年間、もちろんハッピーなことばかりではなかったですが、うまくいったことも失敗したことも、一つ一つの経験が今の自分を作っていると思いますし、特に20代の後半は、この Learn Japanese with 田中さんという活動を始めて、皆さんに出会うことができたので、本当に始めてよかったなと思っています。30歳を前にして、最近は20代を振り返ったり、これから30代をどう過ごしていきたいかを考えることも増えました。振り返ってみると、20代は本当にやりたいことが多くて、休まずに走り続けてきた感じがします。どちらかというと、自分のための時間をたくさん使ってきた10年でした。それはそれで充実していたんですが、30代では休むことも覚えて、自分以外の誰かのために時間を使うこともしていきたいなと思っています。実は最近、ボランティアを始めました。私が住んでいる市が行っている活動で、日本に住む外国人の中学生に日本語を教えるボランティアです。最近は日本に住む外国人の方も増えていて、日本語のサポートが必要な子どもたちも多いんですよね。だから少しでも役に立てたらいいなと思ってこの活動をしています。私が田中さんであることは伝えていないんですが、クリエイターではない自分でいる時間を持つのも新鮮で楽しいです。こんな風にこれからは地域のコミュニティに参加したり、誰かのために使う時間も充実させていきたいと思っています。皆さんは自分の年齢について
何か考えたり、友達と話したりすることはよくありますか？よかったらコメント欄で教えてください。さて、今回もこのエピソードに出てきた単語やフレーズをピックアップして PDF を作りました。無料でダウンロードできるので概要欄からチェックしてください。トランスクリプトの PDF も別で用意しましたので、そちらもよかったらチェックしてください。お便りコーナー。今回も田中ラジオにお送りいただいたお便りを紹介します。今日は韓国のキム・ウンビンさんからです。今私の日本語の実力は、リスニングはある程度できますが、スピーキングと漢字はあまりできません。それから助詞も難しいです。勉強方法が知りたいです。と送っていただきました。スピーキング、漢字、助詞、どれも難しいですよね。特に私のフォロワーの方の中では、漢字の勉強方法や覚え方について悩んでいる方が多い印象です。なので、実は今、漢字の教材を作っています。昔、漢字キャンプという動画のシリーズを作ったことがあったんですが、これを漫画にした PDF 教材です。一人で作っているので時間がかかっていますが、第1弾の初級レベルの教材は年内には皆さんにお見せできると思うので、また完成したら YouTube や Instagram でお知らせしますね。皆さんいつもお便りを送ってくださりありがとうございます。全部楽しく読んでいます。お便りは概要欄のリンクからお送りいただけるので、質問とかリクエストとか皆さんの近況とか私へのメッセージとか何でもお気軽にお送りください。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。